こんにちは、アゴです。今回の話題はこれです。ドーン。アメリカの政策金利が15年ぶりの 5% 台に突入。銀行破綻連鎖でビットコインの価格はどうなるのか。ニュースドーン。FOMC0.25 ポイント利上げ。パウエル議長は停止の可能性示唆。今回の利上げでフェデラルファンド金利の誘導目標レンジは 5% から 5.25% となった。これは2007年以来の高水準。前回の声明に盛り込まれた、いくらかの追加引き締めが適切となる可能性を見込むとの文言は削除された。フェデラルファンド金利は民間銀行同士で準備預金の過不足を融通し合うときにかける金利のことです。アメリカの民間銀行は保有する預金の一定割合以上の金額を準備預金として中央銀行に預けることが義務付けられていて、この準備預金のことをフェデラルファンドと言います。フェデラルファンドが不足している銀行は、他の銀行から資金を借りることで不足を補い、フェデラルファンドが余っている銀行は他の銀行に貸して運用しています。この貸し借りでかける金利がフェデラルファンド金利、略して FF 金利です。アメリカの中央銀行が民間銀行にお金を貸すときの金利も FF 金利をもとに決まります。FF 金利はアメリカの政策金利であり、中央銀行が誘導目標を決めて公開市場操作によって FF 金利を誘導することで景気を調整しています。例えば、景気が悪くなったら FF 金利をどうするか。そうです。下げます。金利が下がると民間銀行は低い金利で資金調達ができるので、企業や個人にも低い金利で貸し出すことができ、お金を借りる企業や個人が増えて経済が活発になることが期待できます。逆に景気が過熱して物価上昇率が高くなってきたら FF 金利を上げます。金利が上がるとお金を借りる企業や個人が減って景気の過熱が抑制され、物価上昇率の低下につながります。ちなみに FF 金利を誘導する方法は、FF 金利を上げることにした場合、短期の国債を売りまくって国債利回りを上昇させます。すると銀行は FF 金利で貸すより国債を買った方が利益が大きくなり、このままでは FF 金利で貸す銀行はいなくなるので、必然的に FF 金利は上がる方向に誘導されます。逆に FF 金利を下げることにした場合は、短期の国債を買いまくって国債利回りを下落させることで FF 金利を下がる方向に誘導します。以上にアメリカの中央銀行は FF 金利の誘導目標を定めて景気を調整しています。チャート。薄い青色の線はインフレ率です。インフレ率は物価が1年間で全体的に何%上がったのかを表した数値です。経済発展の観点から2% 前後は望ましいことが過去の経験から分かっています。赤い線は2000年から現在までの FF 金利です。2000年以降の FF 金利の最高は2000年につけた 6.5%、2000年に IT バブル崩壊、2001年に同時多発テロ、2002年に大企業の相次ぐ倒産、2003年にイラク戦争勃発。FRB は景気を支えするために金利を下げていき、2003年に 1% 台まで下げました。すると住宅価格をはじめ物価が上昇し始めたので FRB は金利を上げていき、2006年に 5% 台まで上げました。2007年に住宅ローン会社が経営破綻。2008年にサブプライムローン問題でリーマンブラザーズが経営破綻したリーマンショックによって株価は暴落しました。景気が悪化して世界金融危機になったので、FRB は FF 金利を 0% に下げ、その後2009年から2015年までの約7年間ゼロ金利政策を続けました。2015年にゼロ金利政策を解除して徐々に金利を上げていき、2018年から2019年は 2% 台でした。2020年にコロナショックが発生して景気が急激に悪化したので、FRB はゼロ金利政策と大規模量的緩和を再開し、通貨を市場に大量に流し込むことでアメリカ経済を復活させました。すると、
2021年から物価が急激に上がり始め、2008年につけた 5% を超えて40年ぶりのインフレ率に突入したので、FRB は過去最速のペースで FF 金利を上げていったところ、インフレ率が2022年6月に 9.1% をつけたと低下し始め、2023年4月は 5% まで下がりました。しかし、インフレ率の目標は 2% 前後で 5% はまだ高いので、FRB は金利の引き上げを継続し、4月までの FF 金利の誘導目標は 4.75% から 5% だったのを 0.25% 引き上げて 5% から 5.25% にすることに決めました。FF 金利の 5% 台はリーマンショック直前の2007年9月以来なので、15年8ヶ月ぶりに 5% を超えることになります。ズームアウト。これは表示期間を1960年以降に拡大したものです。緑色と黄色の山は FF 金利とインフレ率の差です。山が緑色の時は FF 金利の方が高く、山が黄色の時はインフレ率の方が高いことを表しています。FF 金利は利率で、インフレ率は物価上昇率なので、FF 金利とインフレ率の差を比較してもそれほど意味があるものではありませんが、インフレ率の高まりに対して FRB がどれくらい積極的に金利を上げてきたのかを把握できます。1960年以降の FF 金利の最高は、1981年の 19.1%。当時のインフレ率を見ると 10% を軽く超えていて、1980年に 14.7% をつけています。1960年から2000年までは、FF 金利がインフレ率を回る緑の山がほとんどで、5% 以上高いことも多いです。それが2008年のリーマンショック以降は一変して黄色の山がほとんどになり、2022年に過去最大の黄色の山ができています。5月から FF 金利が 5% 以上になるので、このままインフレ率が 5% 以下になった場合、3年6ヶ月ぶりにインフレ率より FF 金利の方が高い緑の山ができます。このようにインフレ率を 2% まで抑え込むためには、今はまだ FF 金利を下げるタイミングではなく、むしろまだ上げる必要がありそうなことがわかります。以上参考に、アメリカの政策金利が15年ぶりの 5% 台から銀行の破綻連鎖が起きたらビットコインの価格はどうなのかを予想すると、問題なしと予想します。声明文から追加引き締めが適切となる可能性を見込むという文言が削除されたことからもわかるように、FRB はこれ以上 FF 金利を引き上げることはできないと考えられます。理由はこれです。ドーン！これは破綻した銀行の資産の大きさをグラフにしたものです。右端の今年2023年に破綻した銀行の資産規模は、シグネチャー銀行は1100億ドル、シリコンバレー銀行は2090億ドル、ファーストリパブリック銀行は2290億ドル。団子三兄弟みたい。一番上は長男シグネチャー、一番下は三男ファーストリパブリック、間に挟まれ次男シリコンバレー、破綻三兄弟。2008年に破綻した銀行と破綻三兄弟を比べると、破綻三兄弟より規模が大きいのはワシントンミューチュアル銀行だけです。銀行の破綻連鎖が起きた原因は金利の引き上げであることは明らかで、最近では地方銀行のパックウエストが身売りを検討するニュースが出ているのと、地方銀行の株価が総崩れになっています。このまま金利を引き上げ続けると、地方銀行の破綻の大連鎖が起きる可能性が高まるので、FRB はこれ以上金利を上げることができません。もし地銀破綻の大連鎖が起きて株価が暴落したらビットコインの価格も一緒に急落することになりますが、暴落した後 FRB は世界恐慌を受け入れてまで金融引き締めを続けるわけにはいかないので、結局金利を 0% に下げ、量的緩和で通貨を爆増させる方向に舵を取らざるを得ません。一方、ビットコインは株価暴落でも大不況でも通貨の発行ペースは何も変わらないので、経済対策の法定通貨のインフレによって長期面線でビットコインは再び最高値に向かって爆上げし始める。以上が銀行破綻の大連鎖が起きてもビットコインは問題ないと予想する理由です。以上、アメリカの政策金利が15年ぶりの 5% 台に突入。
銀行破綻連鎖でビットコインの価格はどうなのかでした。この動画が参考になったらグッドボタンします。暗号資産で爆撃するためにチャンネル登録お願いします。爆上げしそうな草コイン探すならサブチャンネルをご覧ください。Twitter では暗号資産の速報しているのでご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。